ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアの言っていること、やっていることが、ますます支離滅裂、無茶苦茶になっているということを取り上げていこうと思います。戦場における劣勢というのは、ロシア本国において凄まじい影響を与えています。それはプーチン大統領の言っていることが突っ込みどころ満載になっているというだけではなく、実際に政権のやっていること、そしてその取り巻きの人たちの言動もまた、ますます常軌を逸したものへと発展しています。今回の動画では、プーチン大統領を支持しているロシア正教会の言っていることが荒唐無稽になっていることや、戦況を打開しようとしてやっていることが、ロシア本国においては全くうまくいっていないということを取り上げていこうと思います。それでは、ロシア正教会がどのような暴走をしているか見ていきましょう。プーチン首席エクソシストに就任。軍事侵攻の目的は非ナチ化から悪魔払いに。ロシア正教会はこのほどプーチン大統領を悪魔払いをする首席エクソシストに任命した。ロシア政府はウクライナへの軍事侵攻の目標を再定義しようとしているようだ。2月24日に特別軍事作戦としてウクライナへの侵攻を開始したとき、プーチン大統領はその目標をウクライナの非ナチ化だと述べていた。だが、ロシア政府の最高意思決定機関である安全保障会議は今、それを脱サタン化という言葉にすり替えつつある。安全保障会議のパブロフ書記補佐は、ウクライナ市民はロシア正教の価値観を捨てたと批判。ロシア国営のタス通信によると、パブロフはウクライナの脱サタン化を実行する上で、特別軍事作戦の継続がこれまで以上に差し迫って必要だと確信していると述べた。ウクライナ政府はインターネット上の情報操作や心理操作を使ってウクライナを主権国家から全体主義の急進宗教に変えた。パブロフはさらに、ウクライナには特定の目標に向けて活動を活発化させている何百もの宗派があると主張。とりわけ懸念されるのがウクライナ全域に広まっている疑いがあるサタン教会だと主張する。パブロフはロシア人を殺せという呼びかけはサタニズム、悪魔崇拝主義の兆候であり、ウクライナではこれが国家レベルで受け入れられていると主張。ウクライナ政府は市民に対してロシア正教の価値観を捨てるよう強要し、市民の考え方を再設定して何百年も続く伝統を放棄させ、ロシア正教やイスラム教、ユダヤ教の信仰に基づく真の価値観を禁止しようと画策していると述べた。この記事の中ではパブロフは妄言を吐き続けていますが間違っています。そもそもウクライナで悪魔崇拝がどんどんと広がっているということもありませんし、また現地の正教会の人たちは今まで通りキリスト教徒であり続けています。またロシア以外のキリスト教東方正教会の多くの総主教たちがロシア正教会に対する批判を行い、またロシアによる侵略を速やかにやめるように求めています。プーチン大統領は9月、西側諸国が茶番と批判した住民投票を経て、ウクライナの4州を一方的に併合した際、西側諸国は、プーチンが純然たるサタニズム、悪魔崇拝を推し進めていると非難した。またここでもプーチン大統領が意味不明なことを言っています。西側諸国は、プーチン大統領のしていることをサタニズム、悪魔崇拝などとは全く批判していません。国際法上、一切認めることができないことをロシアはやっていると批判しているだけです。西側諸国の独裁エリート層は、西側諸国の国民を含め、あらゆる社会を狙っている。これは全ての人への挑戦だとプーチンは述べた。このような人間の完全否定、信仰と伝統的な価値観の否定、自由の抑圧は、純然たる悪魔崇拝の特徴を述べている。これ以後、サタニズム、悪魔崇拝という言葉は、ロシア国営テレビでさらに頻繁に使われるようになり、プーチンに忠誠を誓うチェチェン共和国のカディロフ首相は、ウクライナでの戦闘をサタニズムに対する聖戦と称した。こうした中、ロシア正教会トップのキリル総主教は、プーチンを反キリストを掲げる者に立ち向かう闘士や首席エクソシストと称し、プーチンはグローバリズムと戦っており、世界的な権力を主張する者は、世界の終わりを招くことになるだろうと述べた。総主教はまた、予備役を動員する決定を下したことについて、モスクワの修道院で行った説教の中で、勇敢に軍での使命を果たしなさい。国のために命を捧げる者は、神の国と栄光と永遠の命の中で神と共にあることを覚えておきなさいと述べた。なお、キリル総主教は、ロシアによるウクライナ侵攻をその本格的な開始以前からずっと支持してきた人物です。そもそもプーチン大統領の後押しがあったからこそ、
ロシア正教会のトップにいられる人物であると考えられていますから、プーチン大統領の進めている政策がもしも失敗すれば、彼自身もまた今の地位や権力、富を失うこととなります。ですから全力でプーチン大統領を支持し、国民をついてこさせなければならない立場にあります。彼がプーチン大統領の誕生日の時に送った言葉をご紹介しましょう。プーチン大統領に、神があなたを権力の座に就かせた。国と国民の運命にとって特別重要で大きな責任を伴う職務を果たせるようにするためだ。そして戦場での劣勢というものを覆すために、今ロシア本国はどんどんと戦時体制へと突入しています。苦戦のロシア、国内で進む戦時体制、ミサイル不足、企業も動員。ウクライナへの侵攻で苦戦が続くロシアは、核の脅しに依存するだけでなく、国内を事実上の戦時体制に近づけ、企業を含めて幅広く戦争協力させる姿勢を強めようとしている。プーチン大統領は19日の大統領令で一方的に併合宣言したウクライナ4州に戒厳令を敷くとともに、ロシア全土の主張に国土防衛のための強い権限を与えた。ウクライナで占領する4州では、私有財産の接収、集会禁止、通信規制などを可能にした。すでに州都ヘルソンでは、避難しなかった男性に領土防衛隊への参加を促しており、ウクライナ人の強制的な動員も拡大させる恐れがある。ロシアではこうした占領した地域に領土防衛隊という自由参加の部隊を作った上で、現地にいるウクライナ人を強制動員してウクライナ人同士を戦わせようとしています。今月新たに設けられた政府の調整会議も軍への供給拡大を重要な目的とする。政権が7月に成立させた法律では、政府や軍による物品の供給要請に企業が応じることを義務付けており、軍民合わせた国家総動員的な体制づくりが進む可能性がある。ロシアの経済誌コメルサントは、最近の法律づくりの傾向は完全に政権に白紙委任する主張だとする専門家の懸念を伝えた。プーチン氏が事実上の戦時体制へと踏み出した背景には、ウクライナでの苦戦がある。兵力の増強が必要な一方、動員拡大や軍への優先的な供給など、戦時体制に急激にシフトすれば、国民の反発もさらに強まると政権は警戒する。そこで日増しに強調されているのが、テロの脅威だ。プーチン氏は10月19日の会議でも、ウクライナ政府が破壊工作チームを我が国に送り込もうとしていると訴えるなど、ロシア全土でテロ対策が必要だと主張した。このテロ事件の代表として、プーチン大統領が挙げているのが、クリミア大橋の爆破事件です。加えてウクライナ軍の背後に欧米がいるために苦戦していると主張。危機感を煽り、巨大な敵に勝利するには総力戦で戦う必要があるというロジックで国民に理解を求めている。ロシア大統領府のキリエンコ第一副長官は、ロシアはいつも国民戦争になれば勝ってきた。我々は今回の戦争に必ず勝つ。そのためには全ての人々が勝利に貢献する機会を必要とすると訴えた。この記事の中に出てきた調整会議の初会合を伝えるロシア国営放送では、冒頭部分で全ては前線のために、全ては勝利のためにと第二次世界大戦時のソ連のスローガンが使用されました。ロシア大統領府の第一副長官が戦争戦争と連呼していたように、もはや特別軍事作戦という形さえもはやどうでもいいという感じになっています。では全ての企業に協力を求めているとしていますが、そこにもまた支離滅裂な行動といったものが見られます。それは前線の兵士不足を補うために今動員をかけているわけですが、まさに軍需物資に当たるようなガスタービンエンジン工場の工員たちを仕事終わりに大量に動員してしまうといったことも行われています。今、ロシア国内においては、自分は大丈夫だろうと思えるような、一度も軍に所属したことのないような人物であったり、もしくは学生であったり、もしくは軍需物資そのものを作っている企業に勤めている人であったとしても、動員の招集令状が届く前に連行しにやってくる人の方が先に来るといったことが頻発しているそうです。このあたり政府としては軍需物資を作れと命令しておく一方において、動員を進めなければならない現場の徴兵事務所の人たちは誰でもいいからとにかく数を集めろと血眼になっている様子が見て取れます。ロシア政府の行動がいかに整合性が取れていないかの証拠だと言えるでしょう。
プーチン大統領は当初、ウクライナのゼレンスキー政権に対して、これはナチス政権であり、それを支持するウクライナ国民はナチスである。であるからして、これらの人々を粛清し、ウクライナを解放し、ロシアへと取り込んでいかなければならないという話をしていました。しかしこれは世界的に見れば、ほとんど誰からも支持されない無茶苦茶な話で、現在でも同じような状況です。そして、さらに状況が悪化している現在においては、そうしたストーリーをはるかに超えたところで、悪魔崇拝者たちがどんどんと増えており、西側諸国もまたほとんど同類である。そして彼らのような悪との戦いに我々は望んでいるのだ。だから、ロシアは今、聖戦を戦っているのだという勇ましい言葉へと発展しているわけです。もちろんこのような言葉は純然たる 100% 嘘にまみれたものであり、何一つまともな言動はかけらもないと言えるでしょう。ウクライナにおいても悪魔崇拝者が多数を占めているなどということは全くありえません。この地域においてはキリスト教徒が圧倒的に多いです。その内訳としては東方正教会であったり、もしくはプロテスタントの人たちが多いわけですが、だからといってこのような人たちが戦争が始まったからみんな悪魔崇拝者になるだということは全くありえない話です。しかしそうでも言わなければストーリーさえ組み立てられないというのでは、もはや政治的な意味においてはプーチン大統領にとっては今は戦争の終末期にも当たるのかもしれません。そして終末という意味においては国家総動員をかけてまさに戦時体制へと移行しようとしているのは、そうした末期的な状況にあることを証明しています。もはやまともな戦い方ではウクライナ軍に負けてしまい、そしてこの戦争それ自体が敗北、プーチン政権の瓦解へとつながりかねないという懸念がプーチン大統領にあるのでしょう。しかし戦時体制へ移行したからといってそれで全てうまくいくかといえば当然そうではありません。今回の動画で紹介したように動員をかけているわけですから、生産活動をしている企業からどんどんと男性労働者たちが引き抜かれていきます。軍需物資を作っている企業からも分け隔てなくとにかく人数を集めろという話が進んでいるわけです。このあたり政府の必要なものを作るために企業は協力しろと言いつつ、一方において動員するための兵士も必要だから工場からどんどんと人を抜いていくぞというのも進んでいくわけですから、さあ作れと言われて作れますかという話になってくるわけです。しかも動員された人たちは今まさに戦場へとどんどんと送り込まれています。ヘルソン州においてはウクライナ軍の猛攻にさらされている陣地に時間稼ぎで投入されたり、ウクライナ東南部バフムート地域における戦いにおいては動員兵はやられることを前提としてどんどんと連続攻撃へと投入され、そのほとんどがなくなっているという情報も入っています。このような状況が続けば当然のようにロシア本国の経済はむちゃくちゃになり、疲弊し衰退し、軍が必要としている物資をまともに作ることさえいずれはできなくなっていくでしょう。現代においては動員されていた人たちがスマートフォンを持ち込んで現地の情報もどんどん動画や写真を投稿して状況を伝えています。そして動員された人たちが亡くなったという情報はロシア国内に不協和音をもたらしますから、現代では絶対に通用することではありません。プーチン大統領が政権の座にある限りロシアの未来は絶望的だと言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったらあなたの感想をぜひともコメントしていってください。次の動画でまとめにかかりましょう。またね。